こんなに多いなんて聞いてないぞ。どうすんだ、おい。地方創生プロジェクトでのイベント開催日。目の前に止まったバスからは、次々と外国人観光客が降りてくる。1台、2台、気づけば5台目まで到着していた。予定の倍以上の人数だ。俺の喉から思わず漏れた声は、隣にいたプロジェクトリーダーの女性の顔色が青ざめるのを見て、さらに後悔へと変わった。どうしたらいいの？これじゃ資料も通訳も全然足りないわ。こんなに人が来るって聞いてないよ。話が違うぞ。商店街の和菓子屋の主人が怒りの表情で彼女に詰め寄る。その怒号が周囲の人々の不安を煽る。あっという間に周囲は混乱の渦に巻き込まれた。今対応しますので。彼女は懸命に頭を下げ、和菓子屋の主人や他の店主たちに何とか状況を説明しようと試みる。だが、次々と押し寄せる外国人観光客が店先に押しかけ、さらに混乱に拍車をかけていた。店先には苦情や質問が押し寄せ、一瞬たりとも気が抜けない。すみません。本当に申し訳ありません。こちらの資料が足りなくて。そんなの困るよ。どうすればいいんだ？彼女は店主たちから矢継ぎ早に浴びせられる不満の声に頭を下げ続ける。高まる怒号に目の前が暗くなりそうだった。どうすればいいの？彼女の声は震えてすっかり追い詰められていた。俺は意を決して一歩踏み出した。俺に任せてもらえませんか？こちらを向いた彼女の目が驚きで見開かれる。その瞳には不安と困惑が入り混じった色が浮かんでいた。でもあなたは学校の用務員よね。そう言いながら彼女はほんの少し後ずさった。だが、ここで引き下がるわけにはいかない。俺は自分でも驚くほど緊張していたが、なんとか声を震わせずに返事をした。そうです。だけど、俺にだってまだやれることがあります。胸の奥を奮い立たせるようにそう言い切ると、俺は脇目も振らずにすぐそばにあったそれへ駆け寄った。彼女や周囲の人々が目を見張る中、静かに蓋を開き、指先をそっと触れる。すごい！誰かが小さくつぶやいた。その一言が示すように、俺のこの判断が混乱した状況を一変させるだけでなく、やがて俺自身の人生も変えてしまうことになるなど、この時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は深澤壮太。32歳の春から田舎にある小さな町の中学校で用務員として働いている。朝早くから校舎を掃除し、壊れた設備を修理し、校庭の手入れをする。地味な仕事だが、子供たちの笑顔を見ていると、それだけで十分報われた気持ちになる。深澤さん、部室のドアの修理お願いできますか？職員室から出てきた石川先生に声をかけられ、俺は手に持っていた雑巾を一旦ポケットに突っ込んだ。わかりました。すぐに道具を取ってきます。夏の日差しが眩しく、校庭を横切るときに汗が額を伝った。丘の上にあるこの学校からは街全体が見渡せる。遠くには山々が連なり、そのふもとに小さな集落が点在している。東京の喧騒に慣れた耳には、ここの静けさが、時に耳鳴りのように感じられることもあるが、今ではすっかり馴染んでいた。用具室から必要な工具を取り出し、部室に向かう途中、職員室前の廊下で見知らぬ女性と鉢合わせた。綺麗に整えられたショートヘア、知的な印象のスーツ姿、都会的な洗練さを漂わせながらも、どこか親しみやすさを感じる笑顔。一瞬、時間が止まったような感覚に襲われた。校長室はどちらでしょうか？彼女の声は澄んでいて、まるで小川のせせらぎのような心地よさがあった。案内しますよ。アポイントでしょうか？ありがとうございます。私は立花と申します。地方創生プロジェクトの件で伺っていて。立花。その名前を頭の片隅に留めながら、俺は彼女を職員室へと案内した。どうやら、彼女は大手旅行会社のプランナーらしく、校長先生との会議後、ちょうど手が空いていた俺が、校内を案内することになっていた。校内を一周しながら、立花さんは熱心にメモを取り、時折質問を投げかけてきた。彼女が訪れた目的は、海外からの観光客に日本の学校文化を体験してもらうプログラムを企画するためだという。この市の豊かな自然と伝統文化、そして学校という日常空間を組み合わせた
体験型観光を提案したいそうだ。ここ、すごく素敵な場所ですね。この景色を見れば、誰でも日本の原風景に魅了されると思います。校舎の屋上から見える風景に、立花さんは目を細めた。遠くに見える山々の稜線を指さしながら、彼女は続けた。こういった何気ない日常の風景こそ、多くの方が求めているものなんです。派手な観光地ではなく、本物の日本の暮らしを。俺もそう思います。その時、立花さんのスマートフォンが突然鳴った。相手は日本人ではないらしい。英語で話している。立花さんは流暢な英語で電話の相手に応対した後、ため息をついて電話を切った。すみません。アメリカの取引先からで、今日は急にスケジュールが変わって、予定より早く資料が必要になったみたいで。そう言いながら彼女はメールを確認し始めた。画面に映ったメールはすべて英語で書かれている。彼女は英文を読みながら少し眉を潜めた。何か難しい内容ですか？専門的な教育用語がいくつか出てきていて、私も業務上の英語はできるんですが、教育関連の専門用語は詳しくなくて。俺は思わず彼女のスマートフォンを覗き込み、英文に目を通した。これは学校での体験型プログラムの日程と内容についての問い合わせですね。俺がメールを翻訳すると、立花さんは驚いた表情を浮かべた。深澤さん、教育関連の専門用語まで英語でわかるんですか？普通の英会話レベルを超えてますよ。一体何者なんですか？少し勉強したことがあるので。少しじゃないですよ。私、海外の旅行会社とのやりとりを日常的にしていますが、あなたのように自然に読み解ける人はあまりいませんよ。立花さんの追求に、俺は曖昧に微笑むことしかできなかった。すみません。プライベートなことですよね。失礼しました。でも、もし可能でしたら、このメールの返信手伝っていただけませんか？通訳の方が明日にならないと戻らなくて、でも今日中に返信しなければならなくて。迷いながらも助けを求める彼女の表情に、俺は断れなかった。本当にありがとうございます。助かります。英文を書き上げると、立花さんは感謝の言葉とともに、真剣な表情で俺を見つめた。深澤さん、実はこのプロジェクト、私にとってとても大切なものなんです。彼女は少し躊躇した後、ゆっくりと自分の思いを語り始めた。それは単なる仕事以上の彼女の人生に深く根ざした物語だった。5年前、私はバックパッカーとしてニュージーランドを旅していました。そこで大きな事故に遭って。そうだったんですか。山岳地帯でトレッキング中に足を滑らせて崖から転落したんです。幸い命に別状はなかったのですが、一人で身動きが取れない状態でした。そんな時、たまたま通りかかった日本人旅行者が私を助けてくれたんです。その方は現地の言葉も英語も堪能で、すぐに救助を呼んでくれました。病院に連れて行ってくれただけでなく、回復するまでの間、ずっと付き添ってくれたんです。立花さんの目には感謝の念が宿っていた。その時の恩人への思いが、今も彼女の心に生き続けていることが伝わってきた。でも、私は恩人の名前も連絡先も聞けなかったんです。私がはっきりと目を覚ました時には、もう別の町に移動されていたらしくて、意識が朦朧としていましたから、顔も思い出せないんです。彼女の表情には後悔の色が浮かんでいた。でもその時に思ったんです。彼が私にしてくれたように、私も誰かの助けになりたい。特に言葉も通じない異国で困っている人たちの力になりたいって。立花さんの言葉には強い信念が感じられた。それは単なる仕事の域を超え、彼女の人生哲学にまで昇華されたものだった。だから、このプロジェクトを通じて、日本を訪れる外国人旅行者に、私が受けたような温かさを提供したいんです。単なる観光地巡りではなく、本当の日本の姿、そして日本人の温かさを感じてもらいたい。立花さんは真剣な眼差しでそう語った。その瞳には言葉以上の強い決意が宿っているように見えた。なるほど。観光地じゃなくて、実際の生活の場に来てもらって、そこでこそ得られるぬくもりを感じてもらうってわけですね。俺が相槌を打つと、彼女は小さくうなずいた。そうなんです。それにこの場所は最適なんですよ。そうなんですか？
俺は素朴な疑問を口にする。全国には似たような田舎町がいくつもあるはずだ。なのになぜここを選んだのか。自然や伝統、そして何より人の絆が色濃く残っている場所って、実はあまり多くないんです。ここは山と川に囲まれていて、四季の移ろいを肌で感じられるし、昔からの風習や祭りが今も息づいている。町の人も素朴で優しくて、まさに日本の原風景そのものなんです。日本の原風景か。確かに、ここには昔ながらの家屋や商店街が残っていますよね。俺がそう言うと、立花さんはニコリと微笑んだ。海外から来る人たちにこそ、こういう何気ない日常の尊さを感じてほしいんです。派手な観光スポットじゃなくて、普段の生活に根ざした風景や文化、そして人との触れ合いが、きっと大きな感動につながるんじゃないかと思っていて。彼女の言葉を聞いているうちに、俺は自分の郷土への思いへと重ね合わせていた。ここでの日々は確かに地味だが、だからこそ美しい。それに、私が勤める会社も、このプロジェクトに大きな期待をかけているんです。地方創生の成功例を作れれば、他の地域にも広げられるし、うちが大手に埋もれずに生き残るための差別化にもなる。でも、もしここで失敗したら、次の事業計画に影響が出るのは確実で、最悪の場合、会社そのものが立ち行かなくなるかもしれません。そう言って、立花さんは少し視線を落とした。俺は、彼女が思っている以上に切羽詰まった状況に置かれているのだと、はっきり感じ取る。うちの会社は規模も小さいし、今まで大手と真っ向勝負しては埋もれてばかりだったんです。だから、こういう特色ある企画で勝負して、差別化を図るしかなくて。彼女はぎゅっと両手を握りしめる。顔を上げたとき、その瞳には、ただの仕事以上の切実な思いが宿っているように見えた。それならなおさら、成功させないといけませんね。俺は彼女を励ますつもりで言ったが、その声には自分でも驚くほどの力強さがこもっていた。立花さんは一瞬驚いたように目を見開くが、すぐに口元に笑みを浮かべてうなずく。そうなんです。だから私、この街なら絶対にやれると思ってます。伝統や自然が残っていて、人々が本当に温かい。ここでうまくいけば、必ず他の地域への展開も見えてくる。会社を守るためにも、そして、この街の魅力を世界に届けるためにも、どうしても成功させたいんです。彼女が口にする言葉には、会社の未来と、ここで暮らす人たちの幸せを同時に掴み取りたいという強い意志が感じられた。俺はそんな彼女を見つめながら、胸の内に熱いものが込み上げてくるのを感じる。その時、廊下の向こうから足音が近づき、校長先生が姿を現した。俺たちを見つけると、ゆっくりと歩み寄ってくる。おや、立花さんに深沢くん、ずいぶん真剣に話し込んでいるようだね。校長先生は少し首をかしげるようにして微笑む。その穏やかな眼差しに、俺は肩の力がほんの少し抜けるのを感じた。すると校長先生は、俺の顔と立花さんの顔を交互に見つめてから楽しそうに言葉を続ける。深沢くん手伝ってあげたらどうだい。どうも大切な企画みたいじゃないか。俺は思わず校長先生を振り返り、驚いたように問いかける。俺が手伝ってもいいんでしょうか？もちろんだとも。英語もできて、この地域のこともよく知っている。そこにこれほど本気で取り組んでくれる人がいるなら、町にとっても学校にとってもいいことばかりだよ。今までも君はずいぶんこの地域を気に入ってくれているようだからね。俺は校長先生の言葉を聞いて、一瞬だけ逡巡する。確かに俺は、ここの生活も人も好きだし、立花さんのプロジェクトを応援したい気持ちは強い。でも、用務員という立場で、そこまで踏み込んでいいものだろうか。そんな俺の迷いを察したのか、立花さんがわずかに身を乗り出すようにして声をかけてきた。深沢さんのように英語が話せて、しかもこの地域に詳しい方が一緒にいてくださると、本当に助かります。もしよければ、ぜひお力を貸してください。彼女の瞳はまっすぐで、その熱意はまるで炎のように揺るぎないものに見えた。校長先生の後押しもあり、これ以上ためらう理由はない。俺は小さく息をついてうなずく。わかりました。俺でよければ、精一杯お手伝いしますよ。その言葉を聞くと、立花さんの顔がパッと明るくなり、校長先生は満足そうにうなずいた。こうして、俺の新たな挑戦が
彼女とこの町の未来に向けて大きく動き出そうとしていた。翌日、俺は立花さんと一緒に町の商店街を訪れていた。彼女のプロジェクトの一環として、海外からの観光客が訪れた際に協力してもらえる店舗を探すためだ。佐藤さん、こちらは立花さんといって、海外からのお客さんを町に呼び込むプロジェクトをしている方です。老舗の和菓子屋の主人に、俺は丁寧に説明した。地元で育った俺だからこそ、町の人々との信頼関係を築きやすい、という利点があった。外国人かい？うちみたいな小さな店に来るの？佐藤さんは半信半疑の表情だった。これまで外国人観光客を相手にした経験がなく、不安を感じているようだった。そうなんです。実は、俺は佐藤さんに向かって、ゆっくりと説明し始めた。この街の魅力、伝統的な和菓子の価値、そして観光客が増えることでもたらされる経済効果について、わかりやすく伝えようと努めた。このプロジェクトが成功すれば、佐藤さんの店にも新しいお客さんが増えますし、何より日本の伝統文化を世界に広める機会になります。お互いにメリットがあるんです。俺はウィンウィンの関係をわかりやすく説明した。地元の人々の不安を取り除くためには、具体的なメリットを示すことが重要だと考えたからだ。まあ、そうたくんがそう言うなら、試しにやってみようかね。佐藤さんは少し考えた後、微笑んでうなずいてくれた。ありがとうございます。立花さんは嬉しそうに礼を言い、プロジェクトの詳細を説明し始めた。俺は必要に応じて、専門用語を地元の人にもわかりやすい言葉に言い換えながら話した。立花さんは何度も頭を下げていた。彼女の真摯な態度に町の人々も心を動かされていくようだった。深澤さんすごいですね。皆さん本当に協力的で。商店街を後にする頃には、立花さんの顔には安堵の表情が浮かんでいた。彼女の夢が一歩ずつ現実に近づいていることを実感したからだろう。この町の人たちは本当は外からの変化に対して慎重なんです。でも、一度信頼関係ができれば、とても温かく接してくれますよ。俺は町の人々の特性を説明しながら、立花さんを近くの喫茶店に案内した。一日中歩き回った後の休憩のためだ。今日は本当にありがとうございました。深澤さんがいなかったら、こんなにスムーズにいかなかったと思います。いえ、立花さんの熱意が伝わったからですよ。皆さん最初は戸惑っていましたが、あなたの真剣さに心を動かされたんだと思います。俺は素直にそう思っていた。立花さんの情熱は、町の人々の心を少しずつ開いていった。彼女のプロジェクトへの真摯な姿勢が、人々を動かす原動力になっていたのだと思う。深澤さん、もしよければ、このプロジェクトを正式に協力していただけませんか？あなたの語学力と地域とのつながりは、私たちにとって大きな力になります。ええ、乗りかかった船ですし、俺でよければ。本当ですか？その瞬間、立花さんの顔に広がった笑顔は、春の陽光のように明るく、温かいものだった。彼女のプロジェクトを通じて、この街に新しい風を吹き込むことができるかもしれない。そんな予感がした。これからどうぞよろしくお願いします、深澤さん。立花さんが差し出した手を握りながら、俺は新しい一歩を踏み出す決意を固めていた。それからも、俺と立花さんは毎日のように街を回り、プロジェクトの協力者を増やしていった。彼女の熱意は本物で、どんな小さな店でも丁寧に尋ね、その価値を見出していく姿勢に、俺は心から感心していた。深澤さん、このプロジェクトをもっと大きくするには、やはり街の中心的な場所が必要なんです。喫茶店でコーヒーを飲みながら、立花さんは少し悩ましげに言った。彼女の表情から何か思案していることが伝わってきた。中心的な場所というと。そうですね。例えば、観光客がまとまって滞在できる場所とか、体験イベントができる広い会場とか。立花さんの言葉に、俺の頭に一つの場所が浮かんだ。街の中心に位置する西園寺家の広大な邸宅と敷地だ。西園寺家は代々この町の有力者で名手とも呼ばれる存在。その敷地内には古い蔵や庭園があり、観光資源として最適だった。西園寺家の屋敷はどうでしょう。あそこなら広いし、伝統的な日本家屋としても価値がありますよ。その名前を出した瞬間、立花さんの表情がわずかに曇った。西園寺。
彼女の声にはどこか緊張感が混じっていた。何か理由があるのだろうか。気になったが、それ以上は追求しなかった。ええ、町の中心にある伝統的な屋敷です。観光資源としても最適だと思います。そうですね。確かにそこなら理想的です。立花さんは少し考え込んだ後、決意を固めたようにうなずいた。一度、交渉に行ってみましょう。翌日、俺たちは西園寺家を訪問することになった。立花さんの様子がいつもと違うことに俺は気づいていた。普段の自信に満ちた表情が少し硬く、足取りも重そうに見えた。何か心配事でもあるのだろうか。西園寺家の門前に立ち、俺は声をかけた。大丈夫ですか？なんだか元気がないように見えますが。はい、大丈夫です。彼女は笑顔を作ろうとしたが、それが無理をしていることは明らかだった。俺はそれ以上追求せず、インターホンを押した。立派な門構えの奥から中年の女性が現れた。家政婦のような身なりだ。こんにちは。西園寺さんにお会いしたいのですが、どちら様でしょうか？桜旅行会社の立花と申します。地方創生プロジェクトの件でご相談があります。立花さんの言葉に家政婦は一度うなずくと、少々お待ちください。と言って奥へ戻っていった。しばらくして門が開き、俺たちは広い敷地内へと案内された。日本庭園の美しさに目を奪われながら本館へと向かう。敷地内には古い蔵や茶室も見え、まさに観光スポットとして最適だと感じた。応接室に通され、しばらく待っていると、ドアが開いて一人の男性が入ってきた。30代半ばぐらいか。切れ長の目に通った鼻筋。整った顔立ちの男性だ。立花さんの表情がさらに硬くなる。玲子じゃないか。久しぶりだな。まさかこんなところに来るなんてな。お久しぶりです、翔吾さん。俺は二人の間に流れる独特の空気に戸惑いを感じた。どうやら二人は知り合いのようだ。こちらは深沢さんです。このプロジェクトに協力してくださっている方です。立花さんの紹介で、俺は軽く頭を下げた。西園寺翔吾です。彼は簡潔に自己紹介すると、ソファーに座り、俺たちにも座るよう促した。で、何の用だ？西園寺さんの直接的な問いかけに、立花さんは少し息を吸い込んでから話し始めた。実は、海外からの観光客を町に呼び込むプロジェクトを進めています。町の魅力を伝え、地域経済の活性化を図りたいと思っていて。立花さんの説明を、彼は腕を組んで黙って聞いていた。その表情からは、すでに乗り気でないことが伝わってきた。それで、西園寺家の敷地や蔵を、宿泊施設や体験イベントの会場として使わせていただけないかと思いまして。立花さんの言葉が終わる前に、西園寺さんは小さくため息をついた。また同じこと。同じこと？知ってるか？ 3 年前にも似たようなプロジェクトがあった。観光客を呼び込むとか、町おこしだとか、綺麗事を並べて、結局は失敗に終わったんだ。関係者はすっかり意気消沈してしまった。せっかく協力したのに、客は来ないし、投資した金は戻ってこないし。彼は立花さんをじっと見つめた。今回も同じだろう。どうせ一時的な盛り上がりで終わり、後に残るのは失望だけだ。彼の言葉には確かに筋が通っていた。過去の失敗を繰り返したくないという思いが、その険しい表情の奥に見え隠れしていた。そんなことありません。我々は確実な計画を立てています。すでに商店街の方々も協力を約束してくださいました。立花さんは静かに、だが力強く言った。しかし西園寺さんは、あからさまに疑わしげな表情を浮かべる。女が出しゃばって成功するわけがない。だいたいそんな非現実的な計画など、非現実的なんかじゃありません。俺は思わず口を挟んでいた。西園寺さんの言葉に違和感を覚えたからだ。立花さんが真剣に取り組んでいるプロジェクトを、性別を理由に否定するのは明らかに間違っている。立花さんは本気です。町の人たちも彼女の熱意に心を動かされ協力してくれています。西園寺さんは少しムッとした様子で、だったらプロジェクトの概要を説明しろ、と言った。立花さんは準備していた資料を取り出し、丁寧に説明を始める。外国人観光客向けの伝統文化体験プログラム、地元の食材を使った料理教室、商店街との連携企画、
立花さんの計画は詳細に練られていた。説明が終わると、西園寺さんは少し考え込んだ様子だった。確かに前回よりは具体的だな。しかし、確実に成功する見込みはない。私は、このプロジェクトを成功させたいんです。全力を尽くします。西園寺さんは長い沈黙の後、ため息をついた。一度だけ場所を使わせてやる。思いがけない言葉に、立花さんの顔が上がった。一度きりだ。その代わり、失敗したら二度とこの町には関わるな。手を引け。西園寺の言葉は冷たく、条件は厳しかった。しかし、それは可能性の窓が開いたことを意味していた。わかりました。ありがとうございます。立花さんは力強くうなずいた。必ず成功させます。お約束します。西園寺さんは無言で立ち上がり、詳細は後日連絡すると言って部屋を出て行った。西園寺家を出たところで、俺は尋ねた。西園寺さんと知り合いだったんですか？立花さんは少し沈黙した後、小さくうなずいた。昔、恋人だったんです。いろいろあって別れましたけど。意外な事実に俺は言葉を失った。そうでしたか。でもチャンスをもらいましたね。はい。このチャンスを絶対に無駄にはしません。帰り道、立花さんは決意に満ちた表情で歩いていた。西園寺さんとの会話は、彼女にとって辛いものだったかもしれない。だが、それ以上にプロジェクトへの情熱が彼女を前に進ませていた。深澤さん、ありがとうございました。あなたが一緒にいてくれたから、ここまで来れました。彼女の感謝の言葉に、俺は心が温かくなるのを感じた。この短い時間で、立花さんは俺にとって特別な存在になりつつあった。彼女の夢を叶えるために、そしてこの街のために、俺にもできることがあるなら、精一杯協力したいと思った。翌日から、プロジェクトは急ピッチで進んでいった。西園寺家の蔵を使ったイベントの企画、外国人観光客向けのパンフレット制作、商店街との連携強化、やるべきことは山積みだった。俺は学校の仕事が終わった後、毎日立花さんの元へ向かい、英語での対外連絡や翻訳作業を手伝った。時には夜遅くまで作業することもあったが、不思議と疲れを感じなかった。立花さんと一緒に働くことに充実感を覚えていたからだろう。商店街の人々も徐々に変わり始めていた。最初は半信半疑だった彼らも、立花さんの熱意と俺たちの具体的な行動を見て、少しずつ積極的に関わるようになっていった。うちのお店の特産品も外国人に紹介したいな。英語の看板も作らなきゃな。うちの店の歴史を紹介するパンフレットを作ってみようかな。街の人々の声が前向きに変わっていく様子に、立花さんは目を輝かせていた。みんな、本当に協力的になってくれましたね。立花さんの熱意が伝わったんですよ。俺がそう言うと、立花さんは少し照れくさそうに笑った。正直、こんな風に何かに熱中するのは久しぶりだ。いつも学校の用務員として地味に働いていただけで、誰かと目標を共有して、そこに本気で力を注ぐなんてずっとしていなかった気がする。こうやって一緒に何かを成し遂げようとするのってすごくいいですね。俺自身もこんなに頑張れるとは思わなかった。思わず本音を漏らすと、立花さんは軽く目を伏せてから、まっすぐな視線をこちらに返してきた。深澤さんがそう言ってくれると心強いです。私もずっと仕事を頑張りたいと思ってやってきたから。その言葉にはどこか憂いの混じった響きがあった。彼女は少し間を置いて続きを口にする。実は、前の恋人と別れた原因もそこなんです。仕事を辞めて家庭に入れって言われて。でも、私はどうしても自分の仕事を続けたくて、結局、それが決定的なすれ違いになったんですよね。申し訳なさそうに笑う彼女を見て、俺は何とも言えない気持ちになった。そうだったんですね。でも、立花さんが今こうして一生懸命取り組んでいるのを見てると、仕事が本当に好きなんだなって伝わってきます。そういった瞬間、彼女は照れ隠しのようにわざとらしく肩をすくめ、ふっと笑みを浮かべた。まあ、好きすぎて今期を逃しちゃったんじゃないかって思う時も正直あるんですけどね。少し冗談めかして言うその言葉に、俺は焦って首を振る。そんなことないですよ。まだまだこれからっていうか。思わず声が裏返りそうになりながら否定すると、立花さんは俺の様子に気づいたのか、口元に手を当てて笑った。顔に熱が昇るのを感じながら、
俺もつられて笑いそうになる。ありがとう。そう言ってもらえると、なんだか安心します。わざとらしく結婚の話を口にしたのは、きっと彼女なりの軽口なんだろう。だけど、あまりにも自然に、今期とか言われると、なんだか不思議な気持ちになる。それを隠すように、俺は軽く咳払いをした。いえ、少しでも力になれたなら嬉しいです。ぎこちない返事をすると、立花さんは笑顔のまま、小さくうなずいてくれた。その温かな表情に、胸の奥がなぜか甘いうずきに包まれる。彼女は、俺の動揺など気づいていないのか、またいつもの明るい調子で言葉をつないだ。よし、じゃあもう一踏ん張りしましょうか。深澤さんがいてくれるだけで、私も頑張れそうです。彼女のまっすぐな瞳を見返しながら、俺はこっそりと大きく息をつく。仕事の話をしていただけなのに、いつの間にか胸が高鳴っているのが自分でも分かった。もちろん、最後まで全力でお付き合いしますよ。そう答えるしかなかった。もしかすると、プロジェクトの成功以上に大切な何かが、少しずつ芽生え始めているのかもしれない。そう思ったのは、この時が初めてだった。そして、イベント当日、俺は何度も鏡の前で英文を確認し、原稿を頭の中で復唱していた。当日は英語ができる俺は案内役をすることになっていた。大丈夫だろうかという不安が胸に渦巻く。だが、立花さんの真剣な表情を思い浮かべると、後に引くわけにはいかないという思いが強くなる。彼女のためにも、町のためにも、今日という日を成功させなければならない。深澤さん、もうすぐバスが到着します。立花さんの声に振り向くと、彼女は少し緊張した面持ちで微笑んでいた。その瞳には期待と不安が混ざり合い、普段の自信に満ちた表情とは少し違う。きっと彼女も緊張しているのだ。でも、それを表に出さないよう懸命に努めている。そんな彼女の姿に俺は心を打たれた。大丈夫ですよ。ここまで準備してきたんですから。そう励ましたとき、遠くからエンジン音が聞こえてきた。予定よりも早く到着したバスが次々と停車していく。1台2台とカウントしていると、気づけば5台目のバスまで到着していた。5台も？聞いてたのは2台だけだったはずですが。立花さんの顔から血の気が引いた。彼女の震える声に俺も不安を覚えた。人数が予想の2倍以上。これでは準備していた資料や通訳スタッフでは対応しきれない。俺たちが呆然と立ち尽くす中、バスから次々と外国人観光客が降りてきた。欧米人、アジア人、様々な国籍の人々が目を輝かせながら周囲を見回している。彼らの顔には期待と興奮が満ち溢れていた。どうしよう。想定以上の人数です。立花さんは震える声でそうつぶやくと、慌てた様子で携帯電話を取り出した。もしもし、私です。実は予定よりずっと多くの外国人観光客が到着しているんです。バスが立て続けに5台も来てしまって、そちらで何か把握していませんか？一瞬間があって、電話の向こうから焦り混じりの声が聞こえる。どうやら想定外のトラブルらしい。そちらの手違いでメールの送信がうまくいってなかった？それで追加のバスが出ることを伝えたつもりになっていたって、そっちでもスタッフ手配ができてないってことですか？立花さんの眉間にシワが寄る。どうやら本社側でも混乱が起こっているようだ。聞こえてくる断片的な説明をまとめると、本社では追加バスを手配したものの、知らせるはずだったメールが立花さんに届いていなかった。結果として、予定していたバスよりも大幅に上乗せされた人数がすでにこちらへ向かってしまった。そんな状況のようだった。わかりました。とにかく、今対応できるスタッフを手配してもらえますか？こっちでは数が足りなくて。しばらく本社側の弁明を聞いていた立花さんは、最後に短くため息をついて電話を切った。顔を上げると、こちらを見て首を振る。やっぱり、あっちでも混乱してるみたいです。連絡したつもりがされていなくて、そのせいで予想より3台もバスが増えていたんですって。とりあえずそっちでもスタッフ探してくれるみたいですが、どのくらい間に合うか。彼女の声から、深い疲労と焦燥が滲み出ている。一方、目の前では観光客たちがひっきりなしに動き回り、商店街の店主たちは怒号混じりに立花さんに詰め寄っている。すみません。すぐに何とかしますから。頭を下げ続ける彼女の背中が今にも折れそうなほど細く見えた。周囲に広がる混乱の気配は
一向に収まる気配がない。観光客たちは勝手に商店街に散らばり始め、準備不足のスタッフたちは右往左往していた。事前に英語での対応を練習していたはずの店主たちも、実際に外国人が目の前に現れると、緊張で言葉が出てこない。彼らの混乱した表情からは、想定外の事態に戸惑う気持ちが手に取るように伝わってきた。こんなに人が来るって聞いてないよ。和菓子屋の佐藤さんが怒りの表情で立花さんに詰め寄った。佐藤さんは町の有力者の一人で、その一言は周囲の人々にも大きな影響を与えた。彼の怒りは単なる混乱ではなく、裏切られたという感情から来ているのだろう。準備してきた量では足りないという焦りも、その怒りを増幅させていた。すみません。今対応しますので。立花さんの謝罪の言葉は周囲の喧騒にかき消されていった。彼女の顔には申し訳なさと、何とかしなければという焦りが混ざり合っていた。その表情を見て、俺は胸が痛くなった。彼女はこのプロジェクトに全てをかけている。失敗すれば、西園寺さんとの約束も守れない。そんな中、西園寺さんが現れた。彼の表情には冷ややかな余裕があり、皮肉な微笑みを浮かべていた。だから言っただろ。うまくいくはずないって。彼の低く響く声には、予想通りだという勝ち誇った感情が滲んでいた。町の人々も、そんな西園寺の様子を見て、不安そうに顔を見合わせている。彼らの表情からは、やっぱりダメだったのか、という諦めが読み取れた。プロジェクトに協力した自分たちの判断が、間違っていたのではないかと考え始めている。いいえ、これからです。なんとかします。立花さんは震える声で反論した。だが、その言葉には説得力がなかった。彼女自身も、状況を打開できる自信がないことは明らかだった。そして、その不安が周囲の人々にも伝わってしまう。街の人々の表情はますます暗くなり、やっぱり都会の人間の言うことなんか信じるんじゃなかったという声も聞こえてきた。立花さんは焦りのあまり、額に手を当てながら周囲を見回していた。彼女の目は潤み、今にも涙が溢れそうだった。だが、それを懸命にこらえている。プロジェクトリーダーとしての責任感から弱音を吐くことは許されないと思っているのだろう。このままでは、本当に全てが台無しになってしまう。立花さんのつぶやきは風に消えるように小さかった。彼女の肩は落ち、自信に満ちていた背筋までもが少し曲がっているように見えた。お願いです。列に並んでください。俺は懸命に英語で観光客たちに呼びかけた。最初は数人が反応してくれたが、すぐに言葉は喧騒に飲み込まれていった。声は届いているはずなのに、混乱した状況では言葉だけでは人々の心に届かないことを痛感した。深沢さん、もう無理かもしれません。立花さんの弱々しい声に、俺は強くかぶりを振った。絶対に諦めたくなかった。彼女のためにも、自分のためにも。その時、商店街の休憩スペースに置かれたグランドピアノが目に入った。黒く光る楽器は、まるで俺を呼んでいるかのようだった。俺の足は磁石に引き寄せられるように動いた。深沢さん？立花さんの不思議そうな声が背後から聞こえる。説明する暇はなかった。俺は迷いなくピアノの前に座った。蓋を開け、指を鍵盤の上に置いた瞬間、懐かしい感触が指先を包み込んだ。ごめん、久しぶりだから。誰に謝っているのかわからなかった。過去の自分に、それとも5年間触れずにいた楽器に。深く息を吸い込み、俺は弾き始めた。最初に選んだのは、イマジン、国境を越えた平和の象徴とも言えるジョン・レノンの名曲だ。かつて世界中のステージで演奏した曲。指がスムーズに動くか心配だったが、体が覚えていた。自然に音が紡ぎ出されていく。最初は誰も気づかなかった。しかし、やがて一人、また一人と振り返り始めた。イマジンじゃないか。アメリカ人らしき男性が声を上げ、妻と思われる女性と一緒に近づいてきた。彼らの表情に浮かんだ笑顔を見て、俺は確信した。音楽には言葉を超える力がある。指は止まらなかった。イマジンから世界的に愛されるレッド・イット・ビーへと自然に移行した。すると、近くにいたアジア系の観光客たちも笑顔で近づいてきた。彼らの目には輝きがあり、それまでの混乱が嘘のように、みんなの表情が穏やかになっていく。俺は弾きながら自分の中に流れ込んでくる感情に驚いていた。怒りも焦りも消え、代わりに懐かしさと喜びが胸を満たしていた。
指先から伝わる鍵盤の感触、耳に響く音色、そして何より人々の笑顔。これらが俺の心を温かく包み込んでいく。美しい演奏だ。周りからの言葉に俺は笑顔で答えながら、さらにスタンドバイミーへと曲を変えた。すると観光客たちが口ずさみ始めた。異なる国籍、異なる言語を話す人々が同じメロディーで一つになっていく様子に俺は胸が熱くなった。街の人々も徐々に集まってきた。外国人観光客が笑顔で歌っている様子を見て、彼らも少しずつ表情を和らげ始めた。佐藤さんも先ほどまでの怒りを忘れたかのように演奏に聞き入っている。深澤さん、立花さんが俺の横に立っていた。知りませんでした。こんなに素晴らしいピアノを。彼女の言葉に俺は少し照れながらも演奏を続けた。今は説明している余裕はなかったが、いつか彼女に全てを話さなければならないという思いが頭をよぎった。エリーゼのために、アメイジング・グレース、次々と曲を奏でるうちに、気がつけば広間は人でいっぱいになっていた。混乱は収まり、代わりに音楽を通じた交流が始まっていた。英語と日本語が行き交い、ジェスチャーを交えながら、街の人々と観光客たちが会話を始めた。佐藤さんは自分の和菓子を外国人に振る舞い、その作り方を身振り手振りで説明している。呉服屋の高橋さんは着物の美しさを伝えようと一枚を広げて見せていた。音楽が人々の心の壁を溶かし、言葉の壁を越えていく。演奏を続けながら、俺は徐々に自分自身を取り戻していった。かつて世界中のステージで演奏していた頃の感覚が5年の時を経て蘇ってきた。鍵盤に触れる指先には力強さと繊細さが同居し、一音一音に込める思いが観客の心に届いていく。演奏を終えると、一人の男性が興奮した様子で称賛の言葉を叫んだ。それを皮切りに周りから拍手が湧き起こった。通訳などいらなかった。彼の笑顔が全てを物語っていた。割れんばかりの拍手が響き渡る。混乱していた観光客たちは整然と並び、街の人々も笑顔で彼らを迎えるようになっていた。音楽という共通言語が言葉の壁を乗り越え、心と心を繋いだのだ。それからはみんな言葉が通じないなりにも、お互いにジェスチャーや簡単な単語を交えながらやりとりをし始めた。外国人観光客たちは身振り手振りを駆使し、店主たちも笑顔でうなずきながら案内を続ける。次第に合図のやり方も板についてきたようで、自然と列が動き、買い物や見学がスムーズに進むようになっていった。観光客の波が落ち着いた頃、街の人々からは安堵の息が漏れ、店先では案外言葉がわからなくてもなんとかなるもんだ。意外とみんな優しくて驚いたといった声が上がる。人々の間には先ほどまでなかった連帯感が生まれていて、街の空気が一気に明るくなったのを誰もがはっきりと感じていた。そんな時、深澤くん。聞き覚えのある声が聞こえ、振り返ると、そこには校長先生の姿があった。いつの間に来ていたのだろう。校長先生は人混みをかき分けるようにして近づいてきた。久しぶりに聞いたよ、君の演奏。校長先生の言葉に俺は言葉を失った。元音楽教師であった彼は俺のかつての恩師でもあった。常に俺を見守り支えてくれた人だ。先生、聞いてたんですか？ああ、久しぶりに楽しそうに弾いていたじゃないか。校長先生の目は優しく、そこには深い安堵の色が浮かんでいた。彼は俺の肩に手を置き、静かに続けた。5年も経ったんだな。君が最後にピアノを弾いてから。校長先生の言葉に突然目の奥が熱くなった。喉の奥がぎゅっと締め付けられ、言葉が出なくなる。校長先生の言葉は俺の中の固く閉ざされた扉を叩いていた。5年前、あの事故の後に俺が閉じ込めた記憶と向き合わせるように。先生、言いかけて俺は自分の視線がいつの間にか立花さんに向いていることに気づいた。彼女はまだ俺と校長先生のやりとりを不思議そうに見つめている。彼女にも話さなければならない。すべての真実を。深澤さん？これは一体。立花さんの問いかけに俺は深く息を吸い込んだ。隠し続けてきた過去を語るのは簡単ではなかったが、今こそ明かすべき時だと感じていた。実は俺、5年前まで音楽家として活動していたんです。立花さんの目が大きく見開かれた。
海外のコンサートホールや音楽祭で演奏する仕事をしていました。小さい頃からピアノ一筋で、夢だった国際コンクールにも出場できて、順調だったんです。言葉を紡ぎながら、俺は当時のことを思い出していた。輝かしい未来が約束されているかのような日々。しかし、運命は残酷だった。でも、演奏活動が忙しくなるにつれて、無理をしすぎてしまった。右手首を酷使して、炎症を起こし、医師からは休養を言い渡されたんですけど、俺は右手首を無意識に握りしめた。かつての痛みが思い起こされる。それでも止められなかったんです。休養なんてしてられなかった。せっかく掴んだチャンスだったから、コンクールで入賞して、ようやく大きな舞台に立てるようになったばかりだった。世界中から招待が来て、ツアーも決まって、そんな時に休養なんて、キャリアが終わるも同然だと思ったんです。だから、痛み止めを飲みながら無理を続けました。医師の言いつけを無視して、そこで俺は一旦言葉を切った。過去の自分の愚かさを思い出し、苦い感情がこみ上げてきた。そして、ニュージーランドでのコンサートツアー中に、ある事故があったんです。事故。その事故で右腕をひどく損傷してしまったんです。もう二度と、プロのピアニストとしては弾けないと宣告されました。医師の残念そうな表情が脳裏に浮かぶ。完治する可能性は低いという言葉が何度も頭の中で反響する。コンサートはキャンセルになり、予定されていたレコーディングもすべて白紙になった。夢も希望もすべてが一瞬で崩れ去りました。立花さんはハッとした表情で俺を見つめていた。何か言いたげだったが、俺は話を続けた。日本に帰国してからは、もうピアノには触れられませんでした。触れるだけで失ったものを思い出して苦しくなるんです。言葉にすることで、あの時の痛みが少しずつ解放されていくような気がした。5年間誰にも語らなかった思いが、今ようやく形になっていく。そんな時、校長先生、かつての恩師が俺に手を差し伸べてくれたんだ。この学校の用務員として働かないかって。校長先生を見ると、彼は穏やかな表情でうなずいていた。先生は俺の状況をすべて理解した上で受け入れてくれた。音楽から離れて新しい生活を始められる場所を用意してくれました。感謝の言葉を口にしながら、俺は改めて校長先生の深い配慮に心を打たれた。彼がいなければ、俺はもっと深い闇の中に落ちていたかもしれない。そして今日までピアノに触れることから逃げ続けてきた。でも今日、この方法でなら、窮地を脱することができると思ったんです。俺は周囲を見回した。イベントは大成功を収め、外国人観光客と街の人々が笑顔で交流している様子が広がっていた。立花さんのおかげで5年ぶりにピアノと向き合うことができた。音楽の持つ力をもう一度感じることができました。深澤さん、あなたの音楽は本当に素敵でした。あの場のすべての人を魅了していました。ありがとうございます。彼女の言葉に胸の奥が熱くなった。失われたと思っていた自信が少しずつ戻ってくるような感覚。その時、西園寺さんが近づいてきた。彼の表情には複雑な感情が浮かんでいた。驚きと関心、そして何か苦いものが混ざっている。あれほど反対したというのに。はあ、こんな混乱から見事に成功に導くとは、君たちの力を見くびっていたよ。彼は少しためらった後、立花さんに向き直った。玲子、少し話がしたい。2人だけで。立花さんは少し戸惑いながらも、俺に一別をくれた後、西園寺さんと少し離れた場所へと移動した。俺は2人を見守りながらも、会話の内容は聞こえなかった。校長先生が、そんな俺の肩に手を置く。立派だったよ、深澤くん。君の演奏は、昔と変わらず人の心を揺さぶる力を持っていた。校長先生の言葉に、俺は小さくうなずいた。5年の歳月が流れても、音楽は俺の一部であり続けたのだ。それは否定しようのない事実だった。先生、ありがとうございます。俺を見捨てずにいてくれて。見捨てるわけがないだろう。君の才能は特別なものだ。たとえ今は休眠状態でも、いつか目覚める日が来ると信じていた。校長先生の確信に満ちた言葉に、俺は胸が熱くなった。彼は5年間、俺の再生を静かに待ち続けてくれていたのだ。これからはどうするんだ？校長先生の問いに、俺は立花さんと西園寺さんの方を見た。2人は真剣な表情で話し込んでいる。立花さんの表情が驚きに変わり、
そして少し悲しげになるのが見えた。まだわからないです。でも、もう逃げるのはやめようと思います。その言葉には自分自身への誓いが込められていた。5年間現実から目を背け続けてきた自分に終止符を打つ決意。しばらくして、立花さんが一人で戻ってきた。彼女の表情は複雑だったが、どこか晴れやかさも感じられた。何があったんですか？俺の問いかけに、立花さんは小さく息をついた。翔吾さんが本音を話してくれたの。彼女の言葉に、俺は静かに耳を傾けた。彼、私に嫉妬していたんだって。有能なお前に嫉妬してたんだ。俺の立場がなくなるんじゃないかって怖くてって。立花さんの声には驚きと複雑さが混じっていた。だから、私のプロジェクトに協力的じゃなかったのね。そこで彼女は少し言葉を切り、深く息を吸い込んだ。それで、やっぱりお前とは一緒にいたい。復縁しないかって言ってくれたの。その言葉に、俺の心臓が一瞬止まったような感覚があった。胸の奥に鋭い痛みが走る。立花さんと西園寺さんが復縁するかもしれない。その可能性に思いがけない動揺を覚えた。それで、返事は、声を出すのが難しかった。だが、知らなければならないと思った。立花さんは俺の目をまっすぐ見つめていった。申し訳ないけれど断ったわ。私を認めてくれたことは嬉しいし、あなたには感謝してるけど、もう戻れないって伝えたの。立花さんの目は不思議なほど澄んでいた。決断を下した後の清々しさがその表情に現れていた。そうですか。私たちはもう別の道を歩き始めてるから。それに。彼女は一瞬言葉を切り、俺を見上げた。深澤さんと出会って、本当の意味での協力関係や信頼関係を知ったから。その言葉に、俺の胸が熱くなった。立花さんにとって、俺がそれほど大切な存在になっていたことに、喜びと責任を感じた。そう言っていただけてありがたいです。彼、意外と大人な対応だったわ。わかった。お前に協力できなかった俺だもんな。あの人だったらお互いに高め合えるかもな。お幸せにって言って立ち去ったの。西園寺さんの言葉に俺は驚きと感謝を感じた。彼もまた変わろうとしているのだ。あの人少し成長したみたい。立花さんは後悔していませんか？立花さんは首を横に振った。私も成長しましたから。立花さんの言葉に俺は少し微笑んだ。彼女の決断がどこか自分のことのように嬉しく感じた。深澤さん、改めて本当にありがとうございます。立花さんは周囲のざわめきが少し落ち着いた頃、俺に向き直っていった。彼女の目には今日の成功を噛み締めるような安堵の色が浮かんでいた。私の考えなかった方法で、こんな素晴らしい成功に導いてくださって。立花さんの声には感謝の気持ちが溢れていた。しかし、それと同時に何か言いよどむような様子も見て取れた。他にも言いたいことがありそうだ。俺は最後の最後で少し手伝っただけですよ。そう言いながらも、今日のピアノ演奏が自分にとってどれほど大きな一歩だったか、その重みをかみしめていた。5年間触れることさえ避けてきた楽器に、再び指を走らせた。それは単なる偶然ではなく、立花さんとの出会いがもたらした変化だったのだ。いいえ、あなたがピアノで救ってくれたのよ。立花さんは静かに、だけど確かな声で言った。音楽には不思議な力がありますからね。言葉の壁も心の壁も越えられる。そう言うと、立花さんの表情がふっと変わった。何かに気づいたような複雑な感情が彼女の顔に浮かんでいる。深澤さん、ニュージーランドで怪我をしたって言ってましたよね。はい。もしかして、もう少し詳しく聞いてもいいですか？いいですけど、彼女の言葉に俺の胸が高鳴った。何か思い当たることがあるのだろうか。彼女の表情には何かを確かめようとする真剣さがあった。ニュージーランドでのツアー中山岳地帯で、俺は言葉を選びながらゆっくりと過去の出来事を話し始めた。5年前、ニュージーランド南東での出来事。トレッキングコースで遭難した日本人女性を助けるために山に入り、彼女を背負って下山している最中に足を滑らせて転落した事故。その時は痛み止めでごまかしていた手首の状態が悪化して、結局その事故がきっかけで演奏家としての道を閉ざされることになったんです。打ち明けることで胸の内に溜め込んでいた重荷が少し軽くなったような気がした。しかし同時に立花さんの表情が
どんどん変わっていくのを見て、不思議な予感が胸の奥に広がっていく。まさか、あなただったんですか？立花さんの声が震えていた。彼女の瞳は揺れている。え？ 5 年前、ニュージーランドで私を助けてくれた方って、もしかして深澤さん？その言葉に、俺の中で何かが繋がった。彼女の話していたニュージーランドでの事故。山岳地帯で足を滑らせて崖から転落し、たまたま通りかかった日本人に助けられた話。あの女性って立花さんだったんですか？互いに見つめ合い、過去の記憶が徐々に蘇ってくる。あの時は彼女の意識も朦朧としていて、俺も彼女の顔をはっきりとは覚えていなかった。それに、何より自分の中では、その記憶は痛みとともに封印してきたものだった。俺たちは当時の記憶を共有する。すると、どの部分でも状況が一致した。間違いない。俺たちは過去に会っていたのだ。信じられない。立花さんの目から涙がこぼれ落ちた。それは、喜びや驚きといった感情から来るものには見えない。その瞳には深い後悔と自責の念が浮かんでいた。彼女の肩が小刻みに震え始める。これまで明るく振る舞っていた彼女からは想像できないほど弱々しい姿だった。じゃあ、深澤さんの怪我って、私のせいだったんですね。彼女の声には自責の念が込められていた。違います。俺が無理をしたからです。医師の言いつけを守らず、痛み止めでごまかして演奏を続けた結果なんです。そう言っても、彼女の表情は晴れない。むしろ、より深い自己嫌悪の色が浮かんでいるように見えた。でも、それでも、彼女の拳が小さく握られ、爪が手のひらに食い込んでいる。そんな彼女の様子に、俺は思わず彼女の手を取ろうとした。しかし、彼女は一歩後ずさり、俺から逃げるように距離を取った。あなたは私のせいで、あなたの人生のすべてを。彼女の言葉は途切れ途切れだった。まるで言葉にするのが怖いかのように。立花さんはさらに俺から離れ、壁に背を預けるようにして立ち尽くした。その表情はさらに暗く沈み、むしろ、より深い自己嫌悪の色が浮かんでいるように見えた。もし私があの時、山で転落をしていなかったら、あなたは怪我を悪化させることもなかったはず。私はあなたのキャリアを台無しに。どうして気づかなかったんだろう。あなたの手首の包帯。あの日病院であなたが痛みをこらえていた姿。この目に焼き付いていたはずなのに。彼女の声には懺悔するような響きがあった。過去の記憶が一つ一つつながり、鮮明になるたびに彼女の心は深く傷ついているようだった。私のために将来を犠牲にしたなんて。彼女の言葉がおえつに変わる。俺は素早く近づき、彼女の肩を支えた。そんなことない。俺はきっぱりと言った。そして心からそう思っていた。あの時、俺は自分の意志であなたを助けたんです。命の危険があったのに見捨てろという方が無理な話です。立花さんの目をまっすぐ見つめて、俺は言葉を続けた。それに、あの事故がなければ、俺はさらに無理を続けていたかもしれない。どこかで必ず限界が来ていたはずです。それは本当のことだった。医師の警告を無視し続けていた俺の行動は、いずれ取り返しのつかない結果を招いていたはずだ。あの事故が俺に休息を強いてくれたおかげで、完全に動かなくなる前に手を止められたのかもしれない。立花さん、聞いてください。俺は彼女の両肩に手を置き、しっかりと見つめた。彼女の瞳は涙でぼやけていたが、俺の言葉を聞こうとする意志が見えた。今思えば、あの事故は俺に新しい道を示してくれたのかもしれません。ピアニストとして突き進むことが全てだと思っていた俺に、別の生き方があることを教えてくれたんです。用務員として過ごしてきた日々、子供たちとの何気ない交流、そして何より、立花さんとの出会い、全ては繋がっていたのだ。もしあの事故がなければ、俺はこの町に来ることもなく、あなたとも再会することはなかった。子供たちと関わることもなく、この風景を見ることもなかった。そして今日、あなたを助けるために、ピアノを弾くこともなかったでしょう。立花さんの目が少し開いた。彼女の涙は止まらないものの、その瞳に少しずつ光が戻ってきた気がした。でも、それでも、あなたの夢は。確かに夢は諦めました。でも、新しい夢を見つけることもできた。音楽に向き合う意味も、少しずつ見つけ始めている。もうプロには戻れないかもしれないけど、こうしてピアノを弾く楽しさを思い出させてくれたのは立花さんです。俺は彼女の方に残る涙を親指でそっと拭った。
立花さんは俺の人生を変えたのではなく、新しい扉を開いてくれたんです。あの時助けたことを、俺は一度も後悔したことはありません。彼女の目は疑わしそうに俺を見つめていた。その瞳に映るのは、本当にそう思っているのかと問いかける光。本当？立花さんの目にはまだ迷いが残っていたが、少しずつ希望の光も見えてきたようだった。彼女は俺の腕をつかみ、確かめるように問いかけた。ええ、本当です。俺は静かに彼女の手を取った。温かく、少し震えている手。その感触が心地よく感じられた。もし立花さんとの出会いがなければ、俺はきっと一生ピアノと向き合うことができなかった。あなたがいたから、もう一度音楽の喜びを思い出したんです。彼女の手をそっと握りしめながら、俺は続けた。今日、あの混乱の中で、俺がピアノを弾けたのは、あなたのためにしたかったからなんです。あなたがここまで一生懸命に取り組んできたプロジェクトを成功させたかった。立花さんの夢を守りたかったんです。俺の言葉に、立花さんの表情が徐々に和らいでいった。涙を拭いながら、彼女はかすかに、だけど確かに微笑んだ。私の方こそ、あなたのおかげで恩返しができた気がします。ニュージーランドであなたに助けていただいた時から、ずっとその恩人に恩返しがしたいと思っていたんです。彼女の声はまだ震えていたが、先ほどまでのような自己嫌悪の響きは薄れていた。立花さんの目にはまだ悲しみの影があったが、そこに少しずつ前を向く強さが混ざり始めていた。彼女は俺の手をぎゅっと握り返した。私の恩返しがあなたの音楽を取り戻すきっかけになれたなら、それだけで私は。言葉が途切れたが、彼女の瞳の中に一筋の希望の光が灯されたのが見えた。俺たちの間には不思議な縁が流れていた。運命とでも呼ぶべきものが二人を再び引き合わせたのかもしれない。あれから数ヶ月後、立花さんの会社が手掛ける地域活性化のツアーは大評判となった。海外から訪れる旅行者はますます増え、地域の人々もその恩恵を受けて生き生きと店を営んでいる。彼女が率先して進めてきた地域密着型の観光プログラムは、今や会社を支える看板事業になりつつあった。以前はこじんまりとした会社だったが、成功の噂を聞きつけた投資家たちも集まり、少しずつ規模を拡大している。そんな中で、俺もある転機を迎えることになる。立花さんのプロジェクトを手伝ううちに、次第に俺のピアニストとしての演奏が注目されるようになった。外国の観光客が集まるイベントで演奏を披露すれば、言葉は通じなくとも音楽で歓声と感動を生む。いつしかそれは言葉を超える架け橋として会社の新たな魅力の一つになっていった。深澤さん、うちの会社で正式に働いていただけませんか？ピアノの演奏をはじめ、外国人対応や音楽を活かしたイベントなど、あなたに担ってもらいたい仕事がたくさんあるんです。立花さんはある日、そう切り出してきた。彼女の目は真剣そのものだ。俺が過去に失ったと思っていた音楽を再び取り戻す手助けをしてくれた彼女が、今度は俺に新しいステージを用意してくれている。それがなんだかとてつもなく嬉しかった。ただ、すぐに返事をするのはためらわれた。何より、今働いている学校に迷惑をかけるわけにはいかない。生徒たちや校長先生、同僚の先生たちとも深い絆を結んできたからだ。そこで俺は校長先生に相談することにした。校長先生、実は立花さんの会社でピアノを軸にした観光プログラムや海外対応の仕事を任せてもらえることになりそうで、またピアノをやりたいなって思ってるんです。放課後、人気のない職員室。俺はかつての恩師でもある校長先生に相談した。彼は穏やかな目つきで俺の顔を見つめ、ゆっくりと微笑んだ。深沢くんはこんなところでくすぶっている男じゃないだろう。君が用務員になった時から、いつかまた音楽と向き合う日が来るんじゃないかとずっと思っていたよ。その言葉には深い愛情と信頼が込められていた。俺は思わず視界が滲むのを感じる。校長先生はさらに続ける。君が音楽を取り戻してくれたことが何より嬉しい。学校の仕事は誰にでもできるかもしれないが、君のピアノは君にしか弾けない音楽なんだ。たくさんの人がその音で勇気をもらえるなら、それは素晴らしいことだろう。俺は涙がこぼれそうになるのをこらえながら頭を深く下げた。ありがとうございます。先生が拾ってくれなかったら、俺はきっと音楽を憎んだまま、何もかも嫌になっていたと思います。
先生には本当にお世話になりました。校長先生は小さくうなずき、優しく笑う。それが返事のすべてだった。そして数日後、正式に俺は学校の用務員を卒業することになった。生徒たちから寄せ書きをもらったり、同僚たちからの色紙にメッセージが並んだり、嬉しくて寂しくて、複雑な感情が入り混じる。それでも、新しい一歩を踏み出すために、俺は最後まで笑顔でいたかった。本当に行っちゃうんですか？先生のピアノ、また聴かせてくださいね。生徒たちの声に応え、俺はいつでも戻ってくるさ、と手を振って校門を出る。その向こうには、立花さんが待っていた。お待たせしました。桜の花びらが舞う中、立花さんと並んで歩きながら、俺は静かに誓った。過去にとらわれず、今この瞬間を大切に生きていくこと、そして彼女と共にこの街に新しい風を吹き込み続けること。手を取り合って歩く二人の影が夕暮れの街に長く伸びていった。これからの道のりには、まだ見ぬ困難や喜びが待っているだろう。でももう恐れることはない。なぜなら、二人で一緒に乗り越えていけると信じているから。かつての挫折が新しい希望へと変わる瞬間、俺の人生はここから本当の意味で始まるのかもしれない。花びらが舞い散る中、俺たちの新しい物語は確かな一歩を踏み出していた。